KP。 どうもこんにちは、 KP です。高人です。よろしくお願いします。お願いします。今日なんですけども、はい、ようやく、生の劇薬を、お送りすることができます。ありがとうございます。映画公開すればもう大ヒットでロングランで、さらにネットフリックスではもう映画デイリーランキングで1位を連発するというですね、これもう快挙じゃないですか。全然快挙です。快挙中の快挙なので、もうこれもひとえに皆さん見ていただいた方、応援していただいた方、皆さんのおかげですというところで、何かお返しできることないかなってずっと考えてたんですけども、本当に個人的にはなってしまいますが、自分のツイッターで、生の劇薬を見ていただいた皆さんになんか質問いただいて、それを北大さんとか渡辺さんとかジョジョ監督に、質問をさせていただくということが、もしかしたら少しでも恩返しになるんじゃないかなと思いまして、そういう機会を設けさせていただきました。本当にたくさんのですね、質問をいただいて、これがなんとですね、3人をここに来ていただいて、たっぷりお話ししていただいたじゃないですか。これほとんど全ての質問にお答えいただくことができたのです。えらい、俺頑張った。いや本当1時間ぐらいあったんですけど、でそれをですね、なんと、生の劇薬 DVD ブルーレイスペシャルエディション版の方に収録していただけることになりました。素晴らしい。いやー、よかったですね。はい、本当に。でさらに、全部で1時間ぐらいあるんで、その3分の1ぐらい、前半3分の1ぐらいを先行して皆さんにお届けできるということで、今日の動画となっております。よっ KP すごい。いやー、よかったですね。それの購入方法とかは概要欄に貼ってあるということでいいですよね。いいですよね。ちょっと高人さん、この T シャツは何なんですかね。なんかこの下だけ合成して合成用のなんかブルーバックみたいな。なんかそういうことではない。そういうことではないですね。ないですよね。はい。なんかさっき変な T シャツ着てたら、なんか僕着替えてきますって着替えた結果、これさいっぱい数ある50着ぐらいある中で選んだのが無難かなと思って無難の人生ですな。でも無難に着なかった人たちの話、生の劇薬、これそうですね。たっぷりとありますので、まずは前半部分3分の1ぐらいになりますが、たっぷりお楽しみいただければと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございます。ありがとうございます。応援していただいた方がものすごくて、2月14日から劇場始まって5ヶ月続く映画って僕聞いたことないんですよ。本当ありがたいですね。もう本当半年ですよ、もうすぐ。で朝ね10時から並んだとか、雨の中9時から並んだとか、それでも夕方のチケットはもう買えなかったとか、でいろいろ聞く中で、そんなことってあんのかなとか思いながらずっと過ごしてて、でネットフリックスで今まで映画館に行けなかった人たちが見れるようになって、そしたらもうすぐアップして3日後ぐらいに映画のデイリーランキングで1位とかあるんですよ。2日で1位とか。でも何百本も作ってきたことだけど、そんなことなかったんで、DVD& ブルーレイが今度発売、おめでとうございます。ありがとうございます。いやこんだけ僕たちね、ここにいるみんなで企画して作ってた時にこうなるって全然思ってなかったじゃないですか。それでずっと何かしらこっち側からお返しすることってなんかできないかなってずっと考えてた中で、ちょっと皆さんにお礼のコメントと、あと質問をですね、もうめちゃくちゃ質問をこういろいろいただいたので、全部はちょっと読めないですけど、皆さんの疑問に思っていることとか感じたこととかを直接お三人に聞ける機会っていうのを設けさせていただいて、それをお返しにできればなということで、そんなことでよければお願いします。お願いします。じゃあちょっといっぱいあるのでランダムにどんどんいくので、なるべく多く答えてあげたいので、短めにアンサーは渡辺君大丈夫？大丈夫です。大丈夫ね。はい。じゃあちょっともう下順というかどんどんいってきます。じゃあピーってそうね。大丈夫？大丈夫です。って言ったのもピーって入るかもしれないけど大丈夫ね。はい。いいとこでやっててください。じゃあここまず一番最初ジョジョ監督へ。はい。
最終的にロングランとか、海外の映画祭とか、海外も今3つ4つの映画祭に出展させていただいてると。でネットフリックスも1位っていう状況今言ったんですけど、どのあたりからこれもしかしてすごいことになってるなというふうに感じてきましたでしょうかっていうことなんですけど。それはやっぱり劇場公開されてそうですね、1週間2週間あたりぐらいのところじゃないですか。そのチケット取れないみたいな声が聞こえてきたりとか、そのツイッターの反応だとかですかね。じゃあもう最初1週間2週間でこれはっていう。そうですね、そっから伸びていくか伸びていかないかはちょっとまだ分かんなかったですけど、その段階でなんかすごい入ってるなと思いましたね。だからそこからこういう展開までっていうのはだんだん分かってきたっていうあれですけど、はい。濡れ場シーンのリードは北大さんにお任せだったのでしょうかという。いやお任せってことはないですけどじゃあお任せでやっぱりカットごとにやってるんで、ここはこうして細かくやっててカットを割ってやってきました。はい、はい。あの頃にはもう濡れ場の渡辺みたいになったもんね。でもなんか動きとかはやっぱ北大さんがリードしてくださるとこもありましたよね。その濡れ場は濡れ場って最後のことかな。最後の濡れ場はそうですね、割とあそこでは渡辺君の方がベテランですベッドで攻めるっていうのはやっぱりリードっていうか、北大さんがやっていくのを受けるっていう。でもなんか不思議なもんで、こう役者って女優さんを綺麗に見せるようにとかっていうのであるじゃないですか。っていうのをこう先輩から教わってたりとかしたんですけど、ね、男性でしたけどどうやったら綺麗に見えるのかなとかっていうのを考えてる自分がいたりとか、それとかはなんかこう不思議な感覚でしたね。なんかこう自分がどう映るかとかいうよりもこのね綺麗に見えるようにとかっていうのを考え。そうですね。でもそう言われてみればなんか北大さんがリードしてるように見えるように撮ってたような気はしますね、最後とかは。なんかそういう意識は芽生えましたね。同じく濡れ場シーンで NG で撮り直しとかありましたか。また回数はどれくらいでしたかっていうことなんですけど。それはありましたけど、回数どれくらいっていうのは覚えてない。難しい。一個覚えてるのが最後にこう顔をつかむところ。顔をつかむところでこう俺の顔をものすごいガーって掴んで、顔の形がこう最後めちゃめちゃ変形して「こら!」っつって怒られたの覚えてます。こら!」とかね、なんかパンダみたいとかにツッコミが入って「あそうですじゃあもう一回」みたいな感じとか、塗ればあと前張りがバレるとかそういうのね、局部が見えないようにっていう工夫はしましたから、その辺はそういうちょっとなんていうか事務的な NG みたいな、渡辺君が悪いわけじゃないけどみたいなところで。じゃあ北大さんにっていう質問です。はい、来ましたよ。結構際どいところに指を入れるシーンで不可抗力で、接触したりすることはありましたかっていうことなんですけど。ご想像にお任せします。お願いします。それで、北大さん、病院の屋上シーン設定でシーツが干されていましたが、そのシーツはヨデン先生が誠のために洗って干していたことはご存知でしたか。いや、それ俺がちょっと書いたからちょっとあんまり真に受けないでほしいんですけどでもそういう話はスタッフ間であったっていうか、いやちょっとこれ今時ねリアルに病院のシーツがって言った時に、いやこれはもうヨデンが干してんだっていうのは準備段階で俺スタッフに言いました、ね。じゃあもう本当じゃ半分僕の中でみたいなところじゃあこの方北大さんラストですね。この作品に主演されてよかったなと思ったことなんですかっていう。北大さんですね。僕にですか。僕そうですね、なんかこう今までにやったことのない作品っていうのもそうですし、今までにやったことない人物っていうのをやらせていただいたっていうのは、この役者として一個の年輪になるというか、この経験を経てこうもう一個大きな役者になっていけたらいいなっていう思いっていうのはあります。あとは後にも先にも R18 の BL 映画っていうのは初めてのものなので、その一番最初にそれをやったっていうところ、確かに、それはねまだまだ未熟者で、どんな大先輩もまだ経験したことのないことを初めて挑戦できた役者になれたっていうことは
ありがたいことだなっていうふうに思ってますし、まあでもこれを生かしていけるかどうかっていうのはこれからの自分が役者としてどんだけ頑張っていけるかなので、これから頑張りたいと思います。ありがとうございます。なんかめっちゃ共感できますわ。パーフェクトな120%すごくいいです。じゃあ渡辺君頑張ってね。頑張ります。多分メイキング見られたんでしょうね。オーディションで挑戦しがいがあるとおっしゃってましたが、実際挑戦してみていかがでしたかということですね。でももう熱量って言葉禁止ね。もう熱量は差し控えると変えりゃいいってもんじゃないでも想像以上にハードな現場でしたね。なんか自分でもなんかこの脚本読んだ時点でこうなんのかなっていうのを覚悟してたんですけど、いやそれ以上にやっぱ拘束されるシーンだったりとか、ハードだなっていうのは感じましたけど、やっぱりでもやりがいみたいなのはありましたね。なんかはいありました。ジョージョ監督から言われた演技指導で一番きつかったことは何ですか？渡辺君ですよ。一番きつかった。でも結構僕主演でしかも映画出るの初めてだったんで、なんか結構いろいろ教えていただいたことあるんですけど、僕が一番大変だったなって感じるのは走ってって戻すシーンがあるんですけど、そこでやっぱ何テイクも重ねちゃって、だんだんどうすればいいんだみたいなのですごい混乱してっちゃった時があって、やっぱなんかそこはやっぱこう自分に集中しちゃってて、なんか監督の指導もちゃんと聞いてないところがあって、なんか悔しい思いはしました。すごいだから迷惑かけたなっていうのは。いやでもフォローするわけじゃないけど、テンパるよね、一番最初の現場でね。はい。であと舞台挨拶で北大さんにずっとキュンキュンしてたっていうふうにおっしゃってましたが、本当にキュンキュンした瞬間とかあったんですかっていうことですね。キュンキュンそうなんか役者の先輩としてなんか役者愛みたいなのを感じて、そこにやっぱキュンキュンしました。役者愛にキュンキュンした。役者愛、役者としてっていうね。役者として、尊敬できるみたいなこと。尊敬できるってところで、それをキュンキュンと言うのならみたいな。そうですね。なるほどね。僕のキュンキュンはそういう感じで、人としてはあんまりだった。いや人としてももちろん尊敬できますし、男としてって聞いてんだよ。役者としても男としてももちろん、男としてもキュンキュンします。はい。そう答えてほしいんです。キュンキュンしましたいいじゃないですか。いいです。なんで俺がちょっと汗かいてくるの？じゃあちょっとこのペースだとあれなんでどんどん行きましょう。はい。北大さんへ誠にギルドを言うときに尻を揉んでるシーンが好きなんですが、あれは台本に書いてあったんでしょうか？ご想像にお任せします。はい。台本には書いてあります。補足。じゃあちょっと演じたときに龍二と春樹はどんな出会いだったと思いますかっていうちょっと難しい質問ですね。そうですね。それは設定されてないんでどう思いましたかって。そうだね。どう思った？龍二と春樹の出会い、でもやっぱり病院で働いて一緒に仕事していくうちになんかふっとしたきっかけがあって、なんか共感とか持つようになって、多分春樹は龍二に惹かれてったんじゃないかなっていうところは。春樹の方から。なんかそういえば龍二と春樹の馴れ初めみたいなのを見たいっていう人めっちゃ多くなかったですか？そうなんですよね。ありがたいですね。なんかでもお互い支え合ってた2人でやってほしいよね。先生に書いてもらえばいい。そんな簡単なもんじゃないんだ。いやわかんない。あくまでこのね映画の世界観の中でのお話だと思うので、この余白のところは皆さんの頭の中で楽しんでいただければと。でもヒットしたらほら踊る大捜査線とかガンガンスピンオフあるじゃないですか。はい。
そういうことなのかなと思って。皆さんの声があれば可能かも。じゃあちょっと悪口と思うか澤田さんまで渡辺さんへ喘ぎ声のバリエーションが豊富で感激したんですが、そういう声のお芝居とか難しかったですか？まあ喘ぎ声難しかったですかってことだと思うんですけど。難しかったですけど、やっぱでもなんか意識はしてなかったですね。まあ気持ちでやってましたよね。そうです。もう得意技ですけど気持ちでやってました。うん、はい。いや俺もいや本当に気持ちでやってんなと思いましたよ。そこはね。だから芝居はねちょっと芝居はちょっと気持ちでやりすぎちゃったとかあるんですけど、そこもごそれは指摘いただき結構、ました。気持ちでやってたな。誠と春樹は本当に全くの別人に見えるんですが、演じる上で意識されたことありますか？渡辺君ね。なんかでも2人演じるってことでなんか違いみたいなのっていうのはやっぱりその龍二に対しての思いだったりとか、まああと見た目の部分もあると思うんですけど、なんかでも監督ジョさんからはそこまでその変えるみたいなのを意識しないでいいよっていうのをおっしゃってたんで、そこまでなんかこう変えようみたいなのは意識してなかったです。はい。ジョ監督へ、地下室のシーンも含めていろんな体位を見せようという意図があったんでしょうか？そうですね。そこはこういうなんていうか BL 文化の、部分で、まあ原作に割とあそこは忠実っていうか、原作に描いてある絵を再現しようというようなところのこだわりありましたね。あそこあれに関しては。これめっちゃ多かったですね。海で春樹の幻が龍二に何と言ったのか気になりますってやつ。それはまあ気になるように作ったんで、それは答えはないと思ってください。はい。今日も渡辺さんは可愛いですか？可愛いですよ。本当に書いてある。本当に。この方ラストかな。お三方へ、周囲からの反響はいかがですか？とかっていう感じですね。誰か。まあさっきなんか友達からね連絡が。親とか。そう反響やっぱりネットフリックス公開になってから登録してる知り合いが結構多くて、見たよっていうのは聞きました。僕がなんかそれがやっぱなんか今までなかったことだったんで、反響なのかなっていうのはすごく感じました。それはもう半笑いで見たよみたいな。なんかもうなんかやっぱ身内っていうか幼馴染とかはやっぱ見てらんないみたいなんで、そうだよね。ちょっと途中でやめちゃって子もいるらしいんですけど、でもそんだけ広まってるんだなっていうのを実感しました。そういう、次の方がですね、皆さんこの映画のファンが増えたと思います。現在の心境はどうでしょうっていうことなんですけど、皆さんですね。だからこれでね初めて知った人とかめっちゃいっぱいいると思うんで、どうですか？そうですね。いや本当にありがたいと思ってます。まあいろんなところで言ってるんですけど、本当に劇薬みたいな映画で、本当になんか映画って仮に大ヒットしなくても誰かのなんか深い部分にドーンって刺さる、誰か一人でも刺さったらその作品って作ってよかったなっていうものなのかなっていうふうに思ってる部分もあって、なんかまあいろんな意見があるのはあるんだろうなって思うんですけど、まあ確実にドンって刺さってくださった方がいてくれてるっていうのをお客さんからの声で、ファンの方の声で感じることがあるので、っていう時点で嬉しいなって思うし、生の劇薬が刺さって愛してくださってこんだけ応援してくださってる方っていうのに、俺らの思いが届いたんだなって本当に感謝の思いです。はい、踏まえてなんか皆さん今後に向けての意欲みたいなのを教えてくださいっていうことなんですけど、それは生の劇薬、一回切り離して役者とか、僕はその役者をやってる上で自分のことを好きになってくれた人、自分のファンとかをこの人応援しててよかったなっていうのを絶対思わせてやろうっていうのを目標に、やってる部分もあるんで、本当に20年30年俺はもう死ぬまで役者やっていきたいなと思っていて、この人を応援しててよかったなって、そう思ってもらえるような役者に俺はマジでこれから精進していくんで、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。翔くん、
はい。こういうことを言うんだよ。勉強してます。毎回勉強させてもらってます。じゃあ言ってみよう。そうですね。キャダイさんとちょっと被っちゃうところはある。それは失礼。じゃあ一言。改めてその千の劇薬でファンの方々もついてくださった方もいると思うんですけども、やっぱりこれでやっぱ僕も終わりたくない。もちろん役者としてもこれを次のステップにつなげたいと思って出演した映画なので、見てくださった方とかの応援、でコメントくださった方、応援してくださる方の期待を裏切らないように精一杯いろんなジャンル、今回の BL の実写化以外のジャンルの映画にもどんどん挑戦していって、芝居もなんか下手でいろいろダメ出しとか食らってる部分はあるんですけども、なんかもっともっと上達した姿を皆様にお届けできるように、日々精進していきたいと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。いやでも結構良かったと思います。ありがとうございます。はい。いやもう一個あれだな、渡辺君で、誠はどの瞬間から龍二を好きになったと思いますかっていう。これはでもね、好きになったっていうのは分かんないよ、映画では、好きになったっていう、ことっていうのはまだ描かれてないからね。でどういうつもりでなんか演じてたんですか？いや、なんか僕もどこから好きになるみたいなのは、何をもって好きになるかとかね、人によってなんかちょっと違うのかなっていうのを感じてたのと、監督も、そこまでにはまだここは行ってない、最後でそこまでは行ってないみたいなのを、そういうことは言ったよね。だから好き、好き思わずね、これは結構裏話でみんなフーってなるけどそうだよね、最後のベッドシーンで渡辺君がもう結構感極まって「よでーん!」とか言っちゃったんだよね。ありましたね。よでーんとか言ってて、俺ちょっと待て待て待てと、なんかそういうことじゃねえんだみたいな。まだこう愛がある絡みかどうかもご想像にお任せしますみたいな、これから2人がどうなっていくか、でもとりあえず生きてることを確認し合うという、そういうような濡れ場だからそういうね、世で愛してるよみたいなことではないんだよっていう、なんかっていうのを監督に言われて、お得意の「すいません、気持ちでやってください」その気持ちが違うんだよって言われてんだよっていう。そう。いやまだそこまだ分かんない。いやでもそれこそもう見た人の想像でっていうことですね。その映画の先にあることだと僕はなのかなとは思ってるんですけどね。でも翔くん大丈夫だ、ちゃんと褒めてくれてる人もいるんで、これ誠の色っぽさや艶っぽさはどこから出てくるんでしょうか？どこから出てくるって、でこれ監督とかに聞いてほしい。そうですね。ちょっと自分ではどうですか？どこからってそれはもうなんか人間性なの。今まで生まれてからのでも積み重ねてきたもの、裸みたいなのってそういう部分もあるから、やっぱりそういうものが出てくるんじゃないですか。そういう可愛さみたいな部分とか、艶っぽさっていうのね、また。でそう見えるように体も鍛えてくれたし、そういうふうに見えたらやっぱ嬉しい、そういうふうに言われたらやっぱ嬉しいことですよね、それは。はい。じゃあ次この方はちょっとお一人ずつにございますね。北台さんへ、演じていて一番楽しかったシーン、逆に難しいと感じたシーンはどこでしょうか？どこだろうな。でも逆に最初の方ですかね。監禁してなんか割と今まで自分は感情が爆発するシーンとか、なんかこう感情がすごいわーって乗るようなこうキャラクターみたいなものが結構多かったっていうのもあって、だからヨデンをぜひやりたいって思った部分でもあるんですけど、なんか最初の方って何考えてるか分かんなくて、こうタン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 とこう喋ってってっていうような、なんかこうその辺とかをこう抑えてできるだけこうフラットにこうっていうところの方があれだったですかね。はい、難しかったってそうですね。これだんだん喋ってるうちに思い出してきますね、なんかね。じゃあ渡辺さんへ、クライマックスシーンのラブシーンの渡辺さんがものすごく可愛かったのですが、
男性の渡辺さんでも誠を演じている間は北大地さん4年に、ときめいたりしたんでしょうか。ときめく、でもときめいたよね役に入ってる時ははいって言え。はい違う時は違うって言っててジョージョ監督でときめかなかったのになんか無理やり入って言わされた人みたいになってなんかこうなんか具体的にやっぱ伝えたいんでちょっと今パワハラとか言われんだよそういうパワハラで言わされました山本祭りでいやまあね大丈夫、自分の意見として言っとく。そうですね、でもやっぱときめきましたね。大人になるってこういうことなんですね。渡辺君の一番いいところは素直なところだね。ジョージョ監督へ、今回の映画はエロティックさが男性向けのピンク映画とかなり違った印象を受け、女心に、突き刺さりました。すごい素敵でした。今後女性向け18禁映画を撮られる予定はないのでしょうか。